はい、こんにちは、チャラです。今回ですね、日暮の泣く頃に卒第2話の考察感想をやっていきたいと思います。ネタバレを含む内容になりますので、それが嫌な方は動画のストップをよろしくお願いします。はい、それでは行きましょう。はい、それでは日暮卒第2話の振り返りから行きましょう。前回ちょっとね、長くなりすぎちゃったんで、今回はサクッと振り返っていきたいと思います。まずはですね、なんだっけ、セブンスマートだっけ？多分セブンスマートだと思うんですけど、スーパーで、レナが物騒なものを買い込んでいるという映像から、始まりますね。この辺は、罪滅ぼし編と一緒なんですけど、殺人に使う道具を用意しているというシーンになります。で、そこからですね、その買ったものを、秘密基地のバスの中にレナが頑張って保存するという感じになります。はい、そして場面が変わり、学校での、部活今日もレナが参加できませんよっていうことで、また聡子がね、意味深な顔で、レナを見つめると。この辺はまた、どうなんですかね。何考えてるかちょっとわかんないですね。H173 の効果を確かめているのかなっていう感じはしますけど。で、また、セブンスマートらしき店で、ノコギリ買ったりとかね、いろいろ追加の備品を買って、そして家に帰ったところで、ニナが訪ねてくるということで、これはね、鉄平が絡んでないんですよね、今回は。この家に来た理由も、本当に、リナがね、レナのことを気にかけて、気になって訪ねてきたということなんで、記憶のフラッシュバックないんですけどね。ないはずなんですけど、鉄平が絡まないと、リナはこういう感じの性格なんだよっていうのをここで表現してるのかもしれないですね。はい、優しい女性、優しいっていう言い方もちょっとおかしいかもしれないですけど、この辺気遣える女性なのかなっていう感じで、この時の二人の会話がね、距離感があってすごく面白いですよね。表面的には、ウェルカムな感じを、レナは出してるんですけど、その辺はまた、この演技がうまいというかね、すごい拒絶反応を示しながら、ウェルカムな反応をするという難しいこの演技をしているところがすごいところですよね。はい。ということで、ここで場面また変わりまして、二人で、ゴミ捨て場に行くというところで、ここからがまた面白くなる感じですね。で、ゴミ捨て場で、レナがですね、自分の秘密基地をリナに紹介して、ちょっと中に物があるんで、外で待っててくださいねっていう感じで言ってたら、雨が降ってきたので、リナはバスの中に乗り込んでくると。でそこで引きつった顔をするレナがね、変な表情するんですけど、で、ここからね、リナが、正直にね、お父さんとの関係を話し出すんですよね、ちゃんと。で、やっぱ自分も同じ片親だから気持ちはわかりますと。で、ちょっとお父さんのことね、散々今まで利用しちゃったけど、お金儲けのためにね、そろそろこの関係もここで終わらしておきたいと。そういうことをね、レナの方から伝えてほしいなということを伝えるんですけど、その話を聞いてるレナがね、ピクピク、もう目が、ね、片目が動いてるんですよね。この顔がね、また良くてですね。これたまんないですよね。この、怒りをこらえきれてないこのピクピクっていうこの反応ね。これリアルですよね。いや、これたまんないですね。レナー好きにはこれはたまんないと思いますよ。はい。で、話を聞き終わってね、わかりましたと。あなたの話したいことはわかりましたということを言うんですけど、結局、私はお父さんのようには騙されないぞということで、苦しみが始まって、苦しめた後に、
反撃を食らって、首絞めは未遂に終わるんですけど、結局、ナタをね、取り出して、もう必殺です。これもね、日暮らしの泣く頃に名物のこのナタで、リナの方を、殺してしまうということで。まあ、罪滅ぼし編と同じ流れなんですけど、罪滅ぼし編と違うのは、リナは、まあ、改心しているというか、まあ、その、鉄平とつるんでいないので、お父さんに対して、そこまでひどいつつもたせはしていない。まあ、つつもたせ自体はしていないのかな。ただお店のお客さんとして対応していたけど、レナはその辺を勘違いして殺してしまったという悲しい結末になってしまったというのが、今回の、鬼騙し編、鬼明かし編の、まあ、お話ですよということですね。はい。で、まあ、それを見つめる里子ということで。まあ、これもね、悲しげな表情で、里子が、まあ、リカをね、とどまらせることができたら、まあ、レナのことも、幸せにしてあげますわよ、という話しているんですけど、なんか、なんだろうね。まあ、これもまた後で話しますけど、まあ、ちょっとここ気になったところですね。はい。はい。で、また場面変わりまして、まあ学校でね、また、部活の話が出て、まあ今日も行けませんということで、放課後、ゴミ捨て場に、まあレナは昨日のね、リカじゃねえわ。レナの、死体を確認しに行くというところで、ケイチに発見されてかなりびっくりしたということで、まあ変なリアクションは、まあ本当にそこに死体が隠してあったからということで、まあここで明かされた感じですね。まあそれね、本当通報がありましたみたいなことをケイチが言うんですけど、それはびっくりしますよね。リアクションもまあそれはそういうリアクションになるよなっていうね。はい。で、二人で、また健太くん人形をっていう流れになるんですけど、結局まあ、時間も遅いからお開きにしようかなってところで、ナタを持ったレナが後ろからこう襲いかかってくるっていう流れになるんですけど、襲いかかる直前なんですけどね。まあこれ、なんだろう、ケイチの被害妄想なのかなっていう風に、まあ見てた人も多いと思うんですけど、まあ今回に限ってはね、被害妄想でも何でもなく、本当にレナは殺そうとしていたということで、やろうとしてたんですよね。怖いですね、これね。こう、真後ろからね。でもこの、変わり身がすごいですよね、このね。やろうとして、なんだろう、吹っ飛ばされた後の変わり身とか、この、瞬時にコロコロ表情が変わるのが、はい、非常に可愛いかなと、自分は思ってしまうんですけど。はい。で、まあその、あとですね、スーパーで、ケイチのお母さんと、まあばったり遭遇しまして、この後のね、ご飯を作りに行くっていうのの、まあ伏線がここで出てきますね。まあお願いされていましたよってことですね、お母さんに。はい。で、その帰り道に、大石から事情聴取を受けるということで。はい。これはですね、まあ、大石はですね、もうすでに、レナのことを疑っていますので、まあ、ほぼ確実に、まあ、刑事の勘っていうのもありますけど、レナの過去のことももちろん調べていますし、今回ね、最後に会った人物がレナということで、話ができてますので、まあ、完全に疑ってますよね。もう口ぶりがもう完全にね、もう最後のお社様の話をして揺さぶるあたりとかは、まあ、完全に疑っているということで、表情の変化とかもこの辺で大石は観察しているんじゃないかなということですね。はい。なんでまあ、この後もですね、レナの動向っていうのは、まあ描写は出てきてないですけど、おそらく大石に観察されているんじゃないかなと思います。はい。で、お社様の話を出されて、レナはこの表情ということでね。もう最高ですね。はい。ということで。まあこんな感じで。ということで、日暮卒2話の気になった点なんですけど、まあ今回はどうなんですかね。話の中でそこまで、これといっ
って気になった点はなかったんですけど、まあ、あえて出すなら、やはりこの赤目の里子のシーンですかね。こちらですね、まあ赤目のシーンで、悲しげな顔をして、こう、レナのことを見ながら話しているシーンなんですけど、まあ、操られているっていう説が結構ね、あったりするんですけど、操ってこの表情でセリフを吐く意味ってないですよね。と自分は思うんですよね。誰かその他の第三者というか、まあエウアなのか、他のエウアに力を与えてもらった人がもう一人いて見ているのか、ちょっとわかんないんですけど、操ってるっていう感じではないですよね。このシーンに限って言えば、操ってはいないと思います。で、まあ、リカが赤目になったシーンとかもあったんですけど、どうなんだろう。こういうのを見てるとやっぱ操っているというよりは観察している、監視している、里子目線、リカ目線になって重要なシーンなのかちょっと分岐点なのかわかんないですけど、その辺をまあ監視しているっていう、里子の視線で監視しているっていうのを表しているだけなのかなっていうふうに思っちゃってますね、今は。何かを変えようとして、こう、乗り移ってるとかそういうことではなくて、この話では、この綿魂、鬼魂、鬼明かし編では、どういうことが起こっているのか、どういう動きをしているのかっていうのを、エウア、または、エウアから力をもらったもう一人が見ているのかなっていうふうに自分は感じました。はい、では、気になる点二つ目ということで、まあ、これはまあ2話で何か描写があったわけではないんですけど、まあ1話2話を見て、この鬼明かし編がね、鬼魂編、鬼明かし編が、まあ、結末、どういう結末になるのかっていうね、まあ、結末は分かってるんですけど、その裏側でね、どういう動きがあったのかっていうのがね、今一つまだ見えてこないんですよね。1話2話を見る限りではもうレナが全部やりましたという、まあ、感じでどんどん話は進んでいってるんですけど、まあ、PV 見てもらった方はわかると思うんですけど、まあ、今出てるシーンなんですけどね、これ。まあ、おそらくリカちゃまが、まあ、自宅でやられてるシーンでね、まあ、すごい血が飛び散ってるシーンで、で、里子が、まあ、包丁持ってるシーンなんですけど、まあ、すでにね、PV が出た時点でいろいろ話題になってたことなんですけど、まあ、靴にまあ、返り血がついていない、里子に返り血がついていない、包丁に血がついていないと、まあ、不自然な点がいっぱいあるんですよね。で、まあ、これ見る限り、まあ、里子がやったわけではないですよっていうので、じゃあ、誰がやったのってことで、レナがやったのかなとは思うんですけど、まあ、なんか時系列的にね、この日ってレナがね、お弁当を作りに行ってる日なんで、ちょっとね、学校帰ってから、リカ里子の家に行って、事件を起こして、で、それからケイイチの家に行くみたいな流れがちょっとね、時系列的に難しいんじゃないかなっていう時間がないんですよね、全然。夕方には、夜にケイイチの家に作りに行ってるんで、まあそう考えると、やっぱこの、リカちゃまをね、やった犯人が他にいるんですよね。そう考えると。レナじゃない。で、サトコでもないってなると、じゃあ誰がやったのってことで、それが全然1、2話でね、ヒントが出てないような気がするんですよね。自分が見落としてるだけだと思うんですけど、ちょっと発見できていなくてですね。これ誰がやったのかなと。っていうのがちょっと気になる点ですね。ここに関しての考察はね、ちょっと、まあちょっと5を見直してみたんですけど、あんまりね、思いつかなくて、まあもうこんな予想というかね、完全に妄想でしかない話しかできないかなと思うんですけど、まあここで活躍の場を見せるのがね、シオンなのか、それともミオンなのか、まあ次の綿魂があるんで、ミオンはないのかなとは思うんですけど、他に犯行を起こしそうな人物がね、いないんですよね。
思いつかないんですよね、全然。ケイチもね、絶対、まあちょっとアリバイあるんで無理ですし、まあレナも難しい、サトコは違う。となるともう疑う人物ってミオンとシオンぐらいしかいないんですよね。動機がわかんないっていうね。まあ実は裏で、まあ動いてて、エウアとも繋がっていて、リカを殺す動機があったと、いう話になるなら、まあリカもあり得るのかなとは思うんですけど、その辺がちょっとね、ここは考察しがいがあるところというか、この辺が結構、リカが連続で殺されたシーンあったじゃないですか。赤坂だったり、ミオンのお母さんだったり、で、誰だっけ誰に殺された？あと、君吉のおじいちゃんか。君吉のおじいちゃんにやられて、で、ケイチにもやられてってことで、まあ必要にリカが狙われているってことで、まあ、この日暮卒のね、ゴー卒の裏側では、やっぱサトコ以外に、リカを狙う勢力というか、人物が絶対いるんですよね。もう一人。二人かわかんないですけど。で、それの動機が、ちょっとわかんないんですけど、まあ、なんか、被害妄想というか、なんだろう。南沢症候群が原因じゃなければ、まあ、赤坂も圭一もね、理科の脳みその話、ウジ虫の話してましたよね。中に、病原体を治すものがあると。解毒剤というかね、治すものが理科の頭の中にあるという話をしていたので、まあその辺が、理科をやる動機としてあるのかなと、共通してね。でそうなると、まあその動機があれば、他のメンバー、まあ今回のこの鬼魂、鬼明かしに関しては、まあシオン、ミオンあたりが、狙う動機があるのかなっていう感じはしますね。その動機で行くならね。いや、やっぱね、キービジュアルにも出てましたけどね、シオンが全然ね、活躍してないんですよね。シオンほんと怪しいですよね。こんだけ活躍してないと、やっぱね、疑っちゃいますよね。はい。ということで、まあ、自分の考えとしては、まあ、シオンがちょっと、この、リカちゃまをやった犯人の候補としてちょっと挙げれるかなっていう、まあ、時点でミオン。まあ、その次でまあ、京都みたいな感じかなと自分は考えています。で、まあ、結末としてはリカちゃまが死んでいるのを発見したサトコは、まあ、これ指パッチンで、リセットできるはずなんですけど、PV 第2弾ではやられてましたので、血しぶき上げてね。サトコもやられてるっていうことで、やっぱ外部犯がもう一人、二人いるってことで、まあ、こちらも、まあ同じ犯人というなら、ミオン、シオンがやったと。で、まあ、もしリカとサトコの犯人が違うってなると、サトコの方はひょっとしたら、レナがやったかもしれないですね。ケイチやった後に、レナがやったっていう可能性もゼロではないっていう。まあ、リカが死んでいる姿を見て、疑心暗鬼がさらに強まって、お前かみたいな感じでやったっていう可能性もあるのかなっていうふうに思っています。はい、ということで、すいません、今回も長くなってしまいました。まあ、次回からもうちょっと短くできるように、要点だけまとめて、動画を作っていきたいと思います。はい、ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。第3話以降もね、動画投稿をやっていきたいと思いますので、よかったら、動画の高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。